こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、住宅ローンは頭金なしがいいですよってことですね。それについて解説していきます。で、自分は不動産投資家でですね、これまで戸建て2つとですね、区分マンション1つ、あとアパート2棟と、テナントビル1棟と、RC マンション1棟買ってきました。そういった経験を踏まえてですね、いろんなところから銀行から融資を受けてるんですけども、住宅ローンを借りれる場合は、頭金なしがおすすめですよ。そういうことについて説明します。で、頭金少ない方が安全なんですよね。破産しにくいです。で、入れすぎるとやっぱ現金がなくなるっていうのがあって、デメリットです。で、稀に頭金入れた方がいいケースもあるので、そこはちょっとケースバイケースですよっていうのを、投資家の目線でですね、解説していきます。で、まず住宅ローンの頭金とは何でしょうっていうことなんですけれども、頭金とはその諸経費を除いた部分で最初に、支払う部分、お金の部分ですね、住宅ローンで支払わないで自分のお金を入れる分を頭金と呼んでます。で、住宅買うときにその住宅本体の価格とですね、あと諸経費っていうのが関わります。で、住宅ローンはむしろここの住宅の費用の分しか普通出ないので、こちらの部分の、自己資金入れる部分が頭金になります。で、注意が必要なのは、諸経費は結構仲介手数料とか、あと税金とか保険とかですね、そういったところでお金がかかるので、物件価格の大体10% ぐらいはかかると思っておいた方がいいと思うので、結構見積もりとか必要ですと。で、住宅費用は頭金プラス住宅ローンですね。っていうので、頭金をゼロにして、住宅ローンで全部賄う方がですね、安全です。で、頭金は、もう僕とかもやっぱ頭金なるべく入れない方がいいと思って、そういう買い方をしてます。で、やっぱ借金が多いと破産しそうって思う人多いと思うんですよね。昔も、自分は借金の額を減らした方がいいので、頭金入れた方がですね、破産しにくくて安全なのかな。そういうふうに思っていたんですけれども、でもよくよく考えるとですね、借金が、多いっていうことよりもですね、実は現金がないっていう方が、不安要素が大きくて、破産ですね、つながる可能性が高いです。で、もし、頭金いっぱい入れて、突発的にお金が必要になったらどうするんですかっていうところが一番怖いところで、それはかなりリスクあります。で、例えば、不慮の事故で、働けなくなったとかですね、病気で入院してしまったとかなると、やっぱお金が必要になってしまうんですよね。そういった時に現金がないと、破産してしまうっていうことがあるんで、やっぱ手元に現金はなるべく置いておきましょうっていうのがですね、安全っていう破産しないっていう見方からは重要になります。で、住宅ローンのその、頭金で、頭金入れた場合と入れない場合を具体的に比較すると、例えば貯金が、600万円あったとして、3000万円のですね、家を買ったとしますと。で、諸経費は、3000万円の 10%、だいたい300万ぐらいだとした場合に、そこの部分は現金出すとして、頭金を、仮に200万円入れたとしたら、ローン2800万円組んで、頭金200万円入れると、500万円支払っちゃうんで、現金あと残りで貯金100万円しかなくなっちゃいますよっていう風になりますと。そうなるとやっぱちょっと何かあった時に心もとないなっていう、印象があります。で、一方で頭金ない場合は、諸経費300万円で、ローンは3000万円で2000万円、200万円多いんですけれども、それでも頭金ゼロの手元には300万円あるってことで、300万円あれば、ちょっと何かあっても大丈夫かなって、そういう印象です。なので、ここのいくら残しておくとどれぐらい安全かっていうのを家族構成とかですね、日々の支出とか、結構それによっても変わってくるので人それぞれなんですけれども、こういった感じで、頭金なしの方が手元にやっぱ現金がある方が安全ですし、借金として3000万と2800万って金額大きくなってしまうんですが、何かあってもですね、安全ですよというふうになります。で、もし、現金100万円になってしまって、そういった時にですね、急にお金が必要になってしまった。そうなったらどういうことができるかというと、あんまりやることなくて消費者金融で借りるとかですね、そうすると結構金利 15% とかですね、結構苦しくなったりとかするし、銀行にですね、やっぱ住宅ローン足りなくなったんで、ちょっと追加でお金融資してくださいって言っても、それはもう無理なので、最初にやっぱ借りておいた方がいいですと。なので、やっぱ借金の金額そのものよりも、手元に現金がない方が何かあった時に返済が滞るとか、お金が支払えなくなる。そういうリスクが、すごいありますと。ただ、お金の額が大きくなると、金利が負担が多いとかですね、支払う総額が多くなるんじゃないの？そうやって疑問を思う方もいると思うんで、ちょっと比較してみました。仮に、今住宅ローンこれみずほで適当に入れたらですね、0.625 って出てきたので、0.625% の変動金利でですね、35年で3000万円の家を購入した場合で比較してみると、頭金200万円入れた場合は、月々の返済はだいたい7万4000円ぐらいですと。
で、支払い総額は、3118万円ぐらいでした。なので、金利の部分ですね、3000万円借りて3118万円なので、この118万円が金利になりますね。この 0.625% を35年間支払い続けると、これが118万ぐらいの金利になりますと。で、これが200万円入れた場合ですね。で、200万円入れない場合はどうなるかっていうと、月々の返済は5000円ぐらい増えて7万9000円ぐらいになりますと。で、支払いの総額が3340万円になるんで、この比較すると、大体その総額が結局、これ3000万円借りて、3340万円なので、大体200万、ちょっと金額間違えましたね。200万ぐらい、多くなる感じ、200万じゃない、200万じゃなくて、支払い総額が、この差分200万円の差なので、大体22万円ぐらいの差ですね、金利がしかならないってことになります。なので、ほとんどですね、この差だけ見るとですね、金額があんまり大きくないってことなので、金利のその差分ですね、自体は、こんなに大きくないので、この200万円を入れることによる効果はですね、そんなにないですよってことになります。ちょっとここ、さっき金利118万って言ったんですけど、ちょっと間違えて318万ですね。200万円頭金入れてなんで、2800万円借りてるんで、318万円ですね。で、こっちが340万円金利なので、その22万円の差になりますね、金利は。で、月々は5000円しか変わらないってことなので、200万円入れたことによってもそんな負担変わらないし、手元にやっぱり200万円置いといた方が、総合的に見ると安全なのかなっていうふうに思ってます。あともう一個、頭金入れない方がいいこととしては、その住宅ローン減税っていうのが受けれるので、借り入れの 1% ですね、が、10年間、減税として、所得税と住民税が返ってくるっていう、そこから控除されるっていうのがなるので、お得になってます。で、所得税と住民税のですね、そこから控除されることになるので、あんまりその年収があまり高くなくて、所得税とか住民税そんなに払ってない場合だと全部返ってこないケースがあるので、そこはですね、ちょっと計算式で計算してみてください。で、低金利で借りてるんだとしたら、借りといた方が 1% 返ってくるとしたら、お得なのかなっていう印象です。この所得税と住民税でいくら支払ってるのか、住民税は上限があったりとかするので、それは知りたい場合はですね、自分で調べてみるか、税務署か税理士さんにちょっと確認してみてください。っていうので、頭金入れちゃうと、この借り入れの 1% の部分も、返ってこなくなるっていうことがあるので、メリットはそんなないのかなと思ってます。で、一方で頭金入れた方が、ちょっと得なケースもありまして、それどういうことかっていうと、フラット35ではですね、頭金を1割入れた方がですね、金利がちょっと下がるっていうケースが、一般的なようです。なので、その、金利がですね、頭金1割入れた時と入れない時でどれぐらい差があるのかっていうのを比較してですね、支払い総額とか月々の返済とか、あと手元に現金がなくなるリスクを考慮して、どっちがお得なのかっていうのをですね、検討するっていうのが重要になります。なので、個別にですね、いくらで借りるか、そういうのを計算して、シミュレーションするのがいいかなと思ってます。いずれにせよ手元にお金がなくなると危険なことは変わりないので、なるべく手元にお金を残すような買い方しないと、そうしないと家は、そもそも買わない方がいいのかなっていうふうに感じます。で、最近だと、諸経費部分ですね、さっきの300万円諸経費払ったんですが、それも、住宅ローンとかで、他のローンとかで借りることができますと。で、銀行によってはですね、そういうのも可能で、金利をアップさせたりとか、あと保証料をアップしたりとか、融資手数料アップとかで、住宅ローンに組み込める場合とか、あと住宅ローンと別の、その諸経費ローンみたいな形で諸経費のローンを組むっていう形もあったりとかするので、いろんなパターンがあるようですが、諸経費の分だけちょっと若干その金利も少し上がるような感じになっているようです。で、銀行によっていろいろ違うので、もし諸経費も出したくないっていう場合があれば、聞いてみるといいと思います。ただちょっと一点注意が必要で、現金がほとんどないのに家買ったりするっていうのはすごい危険なので、僕はお勧めしてません。なのでもう全然、さっき600万円持ってますよって言って3000万円の家買ったんですが、貯金が例えば10万円しかないのに3000万の家買うとかなると、本当に固定資産税とかですね、払えなく
なったりするので、毎年の、あと保険とかですね。なので本当にですね、頭金入れるか入れないかは入れない方がいいんですけども、もともと入れるお金がないのに買うっていうのはちょっと全然別の話なので、貯金がないのに高い家買って、それよく破産するケース、住宅ローン払えなくなるっていうよくあるケースなので、本当に結構家持ってるとお金かかるので、貯金とかですね、ない場合で買うのは本当に注意が必要ですと。で、僕、もふもふ不動産というブログでですね、この住宅ローン頭金いくら入れるかっていうのを解説してて、あと前回ですね、繰り上げ返済も同じような議論でメリットあんまりないですよっていうのを計算してるんで、これ詳細欄貼っとくんで、もしよかったら詳細見てみてください。あとこっちも YouTube で解説してるんで、そっちも気になる場合は見てみてください。でまとめると、住宅ローン頭金は入れない方がいいっていうことなんですが、入れすぎるとやっぱ現金がなくなるっていう風になるので、かえってですね、借金の額よりも手元に現金残した方が安全ですよっていう、いざとなればこの好きな時に繰り上げ返済できるので、それでいいのかなと思ってます。で、借金の金額よりもやっぱ現金がない方が危険です。繰り返しになるんですけども。で、住宅ローン減税っていうのがあるんで、ちゃんとですね、使えるものは使っておいて、頭金入れないと住宅ローン減税その分返ってこないので、できれば入れといた方が頭金入れない方が、住宅ローン減税の恩恵をフルに受ける可能性が高いですと。で、一方で、頭金入れた方がですね、金利が安くなったりするケースがあるので、本当にそっちの場合は頭金入れた方が得なのか、手元に現金残しておいた方が得なのかっていうのはですね、ケースバイケースで考えることが重要ですと。なので頭金は必須、頭金何割入れましょうっていうのはですね、ほとんどあれ嘘だと思ってもらってよくって、ちゃんとですね、考えて、自分のそのファイナンシャルのそのお金のプランを考えることが、重要です。はい、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。もしですね、面白かったら高評価いただければ嬉しいです。あとこのチャンネルはですね、不動産投資とか、こういう住宅ローンとか住宅とかですね、不動産の話や、あとブログ、YouTube での副業の稼ぎ方とかですね、ビジネスについてやってるので、もし面白かったらチャンネル登録お願いします。あともふもふ不動産でブログやってて、不動産投資の解説してるんで、よかったら見てみてください。あと普段 Twitter で有益な情報を発信してるんで、フォローお願いします。あと LINE アットで不動産投資のプレゼントをやってるんで、よかったら登録お願いします。どうもありがとうございました。